共に冒険ができると喜ぶブルーノを再びゴルドーが待てと制する。ここに残りもっと知識を蓄えろというゴルドーにブルーノは己の本音をぶつけた。ブルーノはメルブールの一件で栄養学の素晴らしさを学んだ。だから旅を通じて知見を深めたいのだと。ブルーノの言い分を聞き終わるとゴルドーはすっと眼鏡を外した。次の瞬間、ブルーノの頬、胸部、腹部がべこりとへこんだかと思うと、鈍い轟音と同時にブルーノの体が宙に浮いた。目にも止まらぬ速さで繰り出されたゴルドーの三連撃に君は目を丸くする。ゴルドーは静かに言う。栄養学の知識は人を助けるが、逆用すれば敵を倒すこともできるのだ。リディは栄養学ってすごいんだねと深く考えずに感心している。これが知識の力。知識こそパワーなのだ。君はゴルドーだけは敵に回したくないと身震いした。ゴルドーはブルーノの知識はまだ浅いと言いつつ、旅を経て私を超えろと同行を許可してくれた。偉大なる父よ、ありがとう。倒れたままブルーノはゴルドーの知識の力をかみしめて涙を流した。ブルーノという心強い仲間と共に君たちは塔に潜む魔物の正体を探りに行くことにした。また珍妙な人が仲間に。何かが日光を反射してキラキラ光っている。近づいてみると、木のうろの中に宝箱が隠されているのを発見した。君はふとあることを思い出し、カバンからメモを一枚取り出した。やはりここは以前盗賊たちから盗み聞きした盗品の隠し場所に違いない。君はそう確信すると下り顔で宝箱を開けた。何かが目の前を横切った。驚いて後ずさる仲間たち。しかし君の手は考えるより先に動いていた。君はどこからか飛んできた謎の物体を手で受け止めることに成功した。手の中を見てみると、しかしそこにいたのはただの年配女性だった。君たちは慌てて急停止しようとするが、君たちは団子になって転んでしまった。すると女性は心配そうな顔をして君に薬の瓶を譲ってくれた。山の上から何かが高速で転がり落ちてきて君の目の前をかすめていった。あれは一体何だ。君の目の前をかすめて坂を転がり落ちていったのは間違いなく人間だった。君はこの光景に見覚えがあった。あれは確か少し前に街で流行した高速回転落下健康法だ。君は真似して坂道を転がってみた。ゴツゴツした地面が体中のツボを刺激してとてもいい気持ちだ。君の幸せそうな顔を見て仲間たちも坂道をゴロゴロと転がり始めた。皆一様に心身の疲れが取れたようだ。ここが伝説の塔。みんな準備はいいかと君が決め顔で叫ぶ。すかさずブルーノがここは単なる古い灯台だと事実を明かす。早とちりした君が顔をあからめるのを横目にリディは頬を膨らませてプププと笑った。ただでさえ頑丈そうな扉に封印の魔法が施されているようだ。これでは手の出しようがない。私に任せておけと言わんばかりにリディが開けごまと聞き覚えのある呪文を唱えると扉は開かず周囲は一瞬の静寂に包まれた。顔をあからめるリディに君は頬を膨らませてププーと笑い返してやった。
君は武器で扉を壊そうとしたが、武器が壊れたら修理代がかかるとすぐに思い直した。クロエも封印の魔法を解く術は知らないようで悔しそうな顔をしている。君たちは技や魔法で扉をこじ開けようとしたが、封印の魔法によって弾き返されてしまう。特別サービスですよ。深呼吸をしたブルーノは扉に手を当て力を込める。荒い息、滴る汗、荒ぶる大胸筋。なんと扉が開いた。封印の魔法も強靭な筋肉の前には意味をなさなかったようだ。これがパワーの力だとつぶやくブルーノを無視して、君たちは塔の中へと足を踏み入れた。突然足元が崩れた。君たちはなすすべもなく下へ落ちてゆく。もう一度登りましょう。愚かな人間どもよ。世界を救済せし雫を自ら葬り去るつもりか、と魔物が語りかけてきた。何か大事そうなことを言っているようだが、君はさっぱり意味がわからない。リディは早々に考えることを放棄し、メロディーが崩壊した口笛を吹いている。聞く人を間違えた。クロエは魔物の言ったことについて一生懸命考え込んでいて、こちらの呼びかけに気づいていない。そうこうしているうちに魔物が襲いかかってきた。キラリと光るものが床に落ちている。クロエがお金かもと君に教えてあげようとすると、君は瞬間移動したかのようにすでに光るものを拾っていた。クロエがなんでお金に執着するのと問う。君は金がなかったせいで俺たちはとだけ言った後、いつもと同じようにおちゃらけた。君の過去に何があったかはわからない。今拾った単なるガラス片を投げ捨て、君は先を急ぐことにした。野蛮な人間どもよ。竜はすでに身も心も焼き尽くされているというのに、と魔物が語りかけてきた。何か意味深なことを言っているようだが、さっぱりわからない。リディは魔物の話が難解すぎて考えることをやめたようで退屈そうに大きなあくびをしている。ブルーノは魔物と自分の筋肉を見比べ、無言で勝ち誇った顔をした。本当に頼りにならない仲間ばかりだな、と君は呆れ顔を見せる。そうこうしているうちに魔物が襲いかかってきた。君は黒い魔物が言った言葉が引っかかっていた。どのみちドラゴンは倒さないといけないと、クロエは強気だ。君はクロエに、なぜドラゴンの討伐に執着すると問いかける。実はクロエの母親は、ドラゴンによって殺されたのだという。クロエはそれ以上語らなかったが、秘めたドラゴンへの憎しみは、彼女の目にはっきりと浮かんでいた。突然聞こえた魔物の咆哮。どうやら塔の上の階から鳴り響いているようだ。魔物の咆哮に応えるかのように、メルブールが可愛らしい鳴き声を上げる。君は可愛い鳴き声にメロメロの様子で、メルブールの頭をワシャワシャと撫でている。クロエはメルブール好きすぎと嫌味を言いつつ、ちょっと自分も撫でたそうに二人を見つめている。何はともあれ、咆哮の主の居場所は近そうだ。扉は固く閉ざされている。鍵穴のようなものが見えるが、魔法の鍵が使えるかもしれない。君が魔法の鍵を穴に刺して回すと、ガチャリと鍵が開いた。この先に、おそらくドラゴンがいるはずだ。いざ、ドラゴンを倒しに、賞金のために。いまいち閉まらない君の号令で、一同は扉の先へと進むことにした。